皆さんこんにちは、アンリです。今日は住友商事が国内の全社員約5000人に AI スキルの社内資格を義務化するというニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。まず本日の結論を3つ先にお伝えします。1つ目は住友商事が5000人の全社員に AI スキルの社内資格D グレードと呼ばれる6段階の制度を今年8月に導入するという出来事です。2つ目はこの資格を2027年度中に全社員が取得することを義務化するという踏み込み方をしている点です。3つ目は住友商事だから関係ないではなく、皆さんの会社にも半年から1年で必ず似た制度が降りてきますので、給料と配属に響く話として今から備える必要があるという見通しです。本編は4つの章でお話しします。1つ目の章で住友商事の制度の中身を、2つ目の章でなぜ大手商社が動いたか、他社にも広がる構造を、3つ目の章でなぜ皆さんサラリーマンの仕事に直接聞くのかを、4つ目の章で明日からの上司報告と部下1対1の具体的なセリフを順にお伝えします。それでは1つ目の章に入ります。結論からお伝えします。住友商事が5月27日に国内全社員約5000人に対して AI スキルの社内資格 D グレードと呼ばれる6段階の等級を今年8月から導入し、2027年度中の取得を義務化すると発表しました。なぜこれが画期的なのか、理由は3つあります。順番にお話しします。理由の1つ目は希望者向けの研修ではなく全社員に資格取得を義務付けたという点です。やる気がある人だけが学ぶ任意の取り組みではなく、会社からの指示として全員が学ぶ枠組みにはっきり踏み込んでいます。理由の2つ目は B グレードという6段階の等級を作り、社員一人一人の AI スキルを見える形で測るという点です。あなたはどの段階にいるという評価が人事の判断材料として残る形になります。理由の3つ目は2027年度中というはっきりした期限を切っている点です。遠い未来の話ではなく、約1年半後までに全員が一定の水準に達することを会社として求めています。少しイメージしやすいよう身近な例で考えてみましょう。皆さんが若い頃に英語の社内テスト、例えば TOEIC の目標点を会社から求められた経験を思い出してみてください。あの時英語ができる人だけでなく苦手な人も含めて全員が点数を取らされ、点数が昇進や海外配属の判断に使われていました。これからは英語と同じ立ち位置で AI スキルの社内資格が皆さんの昇進と配属を左右する物差しになっていきます。ここで一つ目の章の結論を再確認します。住友商事の制度は全社員への義務化、D グレード6段階での見える化に2017年度中という期限という3つの点で AI スキルを社員の標準装備に位置づけたはっきりした一歩です。これは特別な会社の特別な話ではなく、皆さんの会社にも近い形で必ず降りてくる社員一人一人の評価の話です。今のうちから自分の AI スキルをどの段階に置くかを意識し始める必要があります。続いて2つ目の章に入ります。結論からお伝えします。住友商事が動いた背景にはコパイロット、つまりマイクロソフトの AI 助手の社内活用で年12億円の業務時間削減を実際に出したというはっきりした成果があります。なぜこれが他の会社にも広がるのか、理由は3つです。理由の1つ目は住友商事がデジタル AI 白書2025という資料を発行し、自社の取り組みと成果を外向けに公開したという点です。理由の2つ目は年12億円の削減という社長や役員に一番刺さるお金の数字を前面に出しているという点です。理由の3つ目は商社という業種の中では AI 活用が一番早いとは言われてこなかった会社がここまで踏み込んだという点です。
身近な例で考えてみましょう。皆さんの会社の経営陣が毎月他社の動きを示す新聞記事や調査資料に目を通している場面を想像してみてください。これまでは AI 活用といっても IT に強い一部の会社の話として読み流されてきました。今回の住友商事のお手本は、商社でも全社員に AI 資格を義務化できる、年12億円削減できるという形で、皆さんの会社の経営陣の頭に残る数字になります。皆さんの会社でも半年から1年以内に人事部か経営企画から、うちも AI スキルの社内資格を作れないかという検討依頼が必ず出てきます。ここで2つ目の章の結論を再確認します。住友商事の動きは、都市12億円削減という数字、白書での公開、商社という意外性の3つで他の会社の経営陣に強く聞きます。皆さんの会社でも AI スキルの社内資格と義務化という議題が半年から1年以内に必ず役員会議に上がります。続いて3つ目の章に入ります。結論からお伝えします。このニュースが皆さんサラリーマンの仕事に直接聞く理由は、 AI スキルの社内資格が皆さんの給料、評価、配属にはっきりした形でつながってくるからです。理由は3つです。1つ目は AI スキルが等級として見える化されることで、これまで曖昧だったあの人はデジタルに強い弱いという評価がはっきりした数字で残るという評価構造上の理由です。2つ目は、会社が義務化と踏み込んだ以上、期限までに取れなかった人は昇進の判断や希望部署への配属で後回しにされるリスクが出てくるという人事構造上の理由です。3つ目は、皆さんの部下や同僚の中に AI 資格を先に取った人が出てくれば、皆さんの相対的な立ち位置が下がるという比較構造上の理由です。例えば、皆さんの会社で来年の人事評価面談の場面を想像してみてください。上司から君は今期 AI 活用について何か学んだか、社内資格の準備はどこまで進んでいるかと聞かれる可能性が高いという状況です。その時、何も準備していませんと答えるか、すでに今月から資料作成と会議録の AI 活用を始めて社内資格の準備に入っていますと答えるかで評価が大きく分かれます。これは特別な IT の話ではなく、皆さんの今月からの行動が半年後の評価面談ではっきり差として出てくるという話です。ここで3つ目の章の結論を再確認します。AI スキルの社内資格は皆さんの給料、評価、配属にはっきりした形でつながってくる自分ごとの話です。今月から自分の AI 活用を一つでも始めて、評価面談の場で説明できる材料を皆さんが先に用意できるかがこれからの分かれ目になります。続いて4つ目の章に入ります。結論からお伝えします。管理職である皆さんが明日からやるべきことは、上司への先回り報告と部下との1対1での学習計画の話し合いの2つです。この2つを今週中にやっておけば、これから先のしゃあない議論で皆さんが部署を引っ張る側に立てます。なぜ明日が大事なのか、理由は3つあります。1つ目は、上司もすでに新聞や経済ニュースで住友商事の AI 資格義務化と都市12億円削減の話題を目にしており、頭の中でうちはどうするを考え始めているというスピード上の理由です。2つ目は、部下もスマートフォンの通知でこのニュースを見て、自分も会社から AI 資格を求められるのかと不安を抱え始めており、3つ目は、世の中の関心が一気に高まる今のうちに動かないと後手に回るという対応構造上の理由です。それでは明日の朝、上司にどう報告するか、具体的なセリフを一つお渡しします。こうです。住友商事が国内全社員約5000人に AI スキルの社内資格
D グレード6段階を今年8月から導入し、2027年度中の取得を義務化すると発表しました。背景にはコパイロット、コーパイロットの社内活用で年12億円の業務時間削減を出したというはっきりした成果があります。私自身今月から AI 活用の学習を始め、当部署でも資料作成と会議録への活用を一つ進めたいと思います。ここまで言えれば皆さんは立派な部門方針の前履きをしたことになり、上司から考えているなという評価を必ず得られます。続いて部下との1対1での切り出し方をお伝えします。こうです。住友商事が全社員に AI スキルの社内資格を義務化したそうだ。うちの会社にもいずれ似た制度が降りてくる可能性が高い。私は今月から AI 資格の勉強を始めるので、君も来期から評価項目に入れたいと思っている。今期は資料作成、会議録、経費精算のうち一つで AI 活用を試してほしい。半年後の人事評価ではこの AI 活用への挑戦を必ず加点する。ここまで言えれば部下の不安を取り除きつつ、皆さんの部署が組織の中で一歩前に出る一番大事な使い方になります。本日の動画のまとめです。一つ目、住友商事が国内全社員約5000人に AI スキルの社内資格 D グレード6段階を今年8月から導入し、2027年度中の取得を義務化すると発表しました。2つ目、背景にはコパイロット、コーパイロットの活用で年12億円の業務時間削減を出したというはっきりした成果があり、皆さんの会社にも半年から1年で似た制度が必ず降りてきます。3つ目、AI 資格は皆さんの給料、評価、配属に直結するので、明日の朝の上司報告と部会対一の2つのセリフを準備して、社内で先に言える管理職として一歩前に出ましょう。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。